おはこんばんは、オリーブです。今回はエブリィのテールランプの電球を交換していきます。この動画はポンコツなオリーブの提供でお送りします。本当これなので真似される方は自己責任でお願いします。はい、そしたら今回の作業の流れなんですが、タイヤハウス内側のカバーを外して、ソケットを取り外して、電球を外して取り付けるという流れでいきたいと思います。車種はエブリィ DA64V6 型になります。ちなみにテールランプの電球交換ぐらいなら必要はないんですが、撮影しやすいようにジャッキアップしています。今回交換する電球は白熱球のタイプになりますね。LED でもいいんですけど、コストパフォーマンスとか考えると白熱球の方がいいみたいですね。机上の空論ですが、価格と耐用年数をまとめてみました。ごちゃごちゃしてて分かりづらいので、ポンと出すと、これが10年で必要な金額の比較になっていて、白熱球は寿命が最短だった場合で計算しています。白熱球と格安 LED が同じぐらいの価格で、品質の高いものは突き抜けていますね。で、格安 LED は10年持った場合の想定ですが、どうでしょう、10年持つんですかね。安定性も含めると白熱球の方がお得な気がしますね。別にコストパフォーマンスが高いから選んでるっていうよりもアナログの方が好きなのでこちらのタイプを使っていきます。今回電球を交換する理由なんですが、片方電球が切れてしまったので交換していきます。ブレーキペダルに棒をはめて、こんな感じで右側だけ電球が切れてますね。電球は右しか切れてないんですが、両方とも電球を交換していきます。電球交換するときやる必要はないんですが、作業が見やすいようにタイヤの方を外していきます。そしたら今タイヤハウス内を映しているんですが、この奥にあるカバーを外すとテールランプのついてるところが見えてきますね。拡大して見てみるとこんな感じになってますね。ここに何箇所かクリップがついているので、それを外すとここのカバーを外すことができますね。で、このクリップなんですが、外し方としてはこういうクリップ外しを使って外していきます。これトリムクリップっていうんですけど、2つのパーツで作られていて、この受け側のパーツにこの差し込む側のパーツを刺して固定されています。こんな感じですね。で、外すときは溝があるので、ここにクリップ外しの先端をこんな感じでかませて握り込むと外れるようになってますね。結構クリップ外すと割れたりすることがあるので、予備を持っておくといいと思います。そしたらテールランプのカバー外していきます。で、まだ全部外してないんですけど、下側の方をある程度外せば、これ今運転席側のテールランプを映しているんですが、下から覗くと、あそこにテールランプのソケットが見えるので、ある程度クリップを外したこのカバーをこんな感じで広げて、隙間から手を入れてやれば、ソケットを外して電球を交換することはできると思います。引きで見てみると、ここのカバーを手前に引っ張って、ここから手をこんな感じで入れる感じですね。って言ってみたものの、本当にできるかって思ったんで、動画後半の方で試してみます。今回はクリップを全部外してカバーの方取り外していきたいと思います。そしたら残りのクリップも外していきます。ここにもあるな。これ入るかな。ここは今使ってるクリップ外しだと外しにくいので、先端がストレートのタイプのものを用意した方が良さそうですね。ただ持ってないのでどうしようかな。マイナスドライバーでやってみます。壊れるんだよな。いけたかな。マイナスドライバーでもなんとか外れましたね。そしたら外れるかな。まだ止まってるか。ここにありますね。これ下に潜って外すときに砂が落ちてくることがあります。なので保護メガネを着用した方がってならなくていいと思います。外れたね。これが取り外したカバーなんですが、何箇所かクリップで止まってるだけですね。確か赤丸5箇所にクリップがついてたと思います。これが今カバー外したところなんですが、
このパーツの後ろの方にソケットがついてますね。これですね。これを外していきます。これ真下から撮影しているんですが、拡大するとこんな感じですね。で、このソケットを回しながら引き抜いていくと外すことができますね。ちょっと手持ちじゃないと撮影できないので、手持ちで失礼して、左回しかな。これでソケットを取り外すことができましたね。あとはこのソケットから電球を外していきます。多分引っ張るだけですね。よいしょ。引っ張るだけで外せましたね。そしたら新しい電球を差し込んでいきます。そしたら新しいの開けていこうかな。で、新品の電球を素手で触ると手の汚れがついて良くないらしいので、手袋をして作業をしていきます。手の汚れっていうか油が良くないのかな。こっちが古い電球ですね。で、こっちは新しい電球になります。で、これダブルって書いてあるんですけど、何がダブルなんだと思ったら、テールランプの電球って2つフィラメントがついていて、ブレーキを踏んだ時は片方、普段はもう片方を光らせてるみたいですね。普段っていうかヘッドライトをつけた時ですね。なので2つ光るところがついてるのでダブルっていうことだと思うんですが、表裏どちらに挿してもちゃんと使えるように作られてるみたいですね。そしたら電球をはめ込んでいきます。よし、はまったかな。で、ちゃんと点灯するかどうか確認しておきます。ブレーキランプはちゃんとついてるね。次はライトをつけた時に点灯するかな。ちゃんとついてるね。よし、 OK。 あとは外した手順と逆に戻して右回しで固定かな。 OK。 あとはここのカバーを戻していきます。はい。で、この外したトリムクリップなんですが、ただ引っ張るだけだと抜けないので、この下側の方ですね、ここに爪が引っかかってるので、外側に広げながら反対側をこうやって引っ張ると、このピンを最後まで引き抜くことができますね。なんでそれをするかというと、このままの状態だと車にもう一度クリップを刺すことができないんですよね。そしたら爪を起こしながら、よし、これで2つに分離できるぐらいまでクリップの方を外すことができましたね。そしたらカバーの方戻していきます。どうやんだっけ。こうか。つけやすいところから。はい、これ今反対側を映していて、後半にやってみますって言ってた下側のクリップだけを外して手を突っ込んで電球を交換するっていう作業を試しているところなんですが、ソケットに手は届くんですが、ソケットが固着気味で硬くて、下側の隙間から手を突っ込んだだけでは回せなかったですね。どうせ下側のクリップを外したらほとんど全部外しているようなものなので、全部クリップを外してカバーを外した方が楽だったかもしれません。はい、いかがだったでしょうか。今回はテールランプの電球を交換しましたね。最近ボートの動画を上げていないんですが、まだ動画を撮る予定です。チャンネル登録やグッドボタンを押していただけるとすごく動画制作の励みになります。ここまでご視聴ありがとうございました。整備って本当にいいですね。さよなら、さよなら、さよなら。あれおかしいな。なんでどこかを直すとどこかが壊れるんだろう。それはボロいか。次回はハイマウントストップランプの電球でも交換しようかな。